皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは DIY をしていない軽自動車で車中泊とキャンプをしながら日本一周の旅をしているカップルです。私たちはですね、フェリーで北海道に入って、ただいま北海道一周の旅をしているんですけれども、本当にね、フェリー乗る場所によって値段も時間も全然違うので、今回それぞれの場所からフェリーに乗った時の料金と所要時間をまとめてきましたので、ぜひこれから北海道旅行を検討されている方は参考にしていただければと思っております。また最後にですね、私たちは道の駅125個全部制覇する予定でいますので、今回の北海道一周の旅の私たちのルートもご紹介できればと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは日本一周の旅の様子や旅の経験から皆さんのお役に立てる情報を配信していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ご紹介していきます。今回北海道を車で移動する方であれば、飛行機で行くよりかはフェリーで行った方が安くなります。はい。ただこれは旅行とか旅について時間にゆとりがある方、また移動する時間も旅の時間だと思える方に限定されると思ってます。はい。私もなんか今まで北海道に行くのって飛行機しか考えたことがなかったんですけど、今回初めてフェリーを利用して、やっぱり道中の県でのグルメとか観光も楽しいし、北海道に着いてからの移動も自分の車だとすごい安心して運転することができるので、飛行機で北海道に行くことを検討されている方は、フェリーという選択肢もあるんだみたいな感じで参考にしていただければと思います。今回3つに分けてご説明していきたいんですけれども、まず1つ目が本州から北海道へのフェリーでの行き方のまとめ、2つ目がそれぞれの所要時間と金額のまとめ、で3つ目がじゃあ実際に私たちがどれを使っていくらかかったのかっていうのを説明していきたいと思ってます。はい。まず本州から北海道でどのようにフェリーで行くのかっていうルートなんですけれども、大きく3つあると思っていて、日本海側ルート、太平洋側ルート、そして津軽海峡を渡っていくルート、この3つが大まかにあります。まず日本海側ルートは京都、福井、新潟、秋田からフェリーが出ています。太平洋側は愛知、茨城、宮城からフェリーが出ています。津軽海峡を渡っていくルートは青森県から出ています。で、日本海側の福井県と新潟県から出てるフェリーなんですけど、これは直行便かもしくは経由便、この2パターンがあって、例えば福井県から出てる直行便だと北海道に行くまでに20時間、経由便だと31時間かかるので、約11時間の差があるので全然違うじゃない。そうだね。日本海側、太平洋側、津軽海峡を渡っていく側、これ全部を合わせると13パターンあるんです。そうなんや。コーズに任せきりやけど結構悩んでくれててんな。もう結構悩んでた。どっから行くのかって、もともとね、東海側からとか行くっていうのはないけど、ね、茨城から乗るのかとか、仙台から乗るのか。そうだよね。で、青森まで行って青森のどこから乗るのか、みたいなので結構迷いました。はい。ありがとうございます。はい。で、今ご説明した全部のパターンの所要時間と、あと料金ですね、をまとめた表がもうこちらです。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、これがまとめた表になっています。で、料金については、1人料金で車を乗せる料金の合計額を出しています。で、車を乗せる料金に1人分の料金が含まれているので、つまりこの合計額で2人プラス車を乗せて行けることになっています。ちなみにこの表に関しては一番安い期間の料金表になっていて、ペットだったりとかそういうその他手荷物の料金は含まれておりません。なので北海道に行く期間や手荷物によって料金が変わってきますので、その点に関してはご自身でしっかりとサイトの方をご確認ください。で、この表でわかるように先ほど説明した福井県から出てる便でも料金は一緒なんですけど、時間が違いますし、愛知県から出てる便については40時間すごいよね。かかってしまう。ただ、ちょっと上の方の福井県まで行けば、経由便で31時間、もしくは直行便で20時間で行けるので、半分に短縮して北海道に行くことができます。なのであれだね、私みたいに船酔い結構する人にとっては、もう福井県まで行ってしまった方が楽っていうことやな。そうだね。で、青森県まで行ってフェリーに乗るっていう方法でも、例えば乗るフェリーの種類によって料金が違っていたりするので、これは注意が必要です。東京から北海道にフェリーに乗っていく場合は、茨城県から乗っていくのが一番近いです。
で、ただね、やっぱりフェリーに乗ってる時間をなるべく短縮したい。カムちゃんみたいにちょっと船酔いしてしまうっていうのであれば、3時間短縮される宮城県から行くっていうのがいいのかもしれないです。仙台で美味しい牛タン食べてね。そう。だから北海道に入るのもありだよね。美味しかったもんね、あの牛タン。美味しかった、めっちゃ。ただやっぱりね、船旅を長く楽しみたいって方、僕もね、1回は40時間の船旅やってみたいと思うけど、まあちょっと船酔いがどうかってところだよね。もう絶対薬飲まないといけない、私は。そういった旅の楽しみ方があるので、いろいろ検討すること自体が楽しくなってきます。はい。で、最後に私たちが選んだルートなんですけれども、青森の大間から津軽海峡を渡って函館に行くルートを選びました。はい。交通がね、悩みに悩んでね。はい。はい。一人でね、粛々と決めてくれてありがとうございます。やっぱりね、ちびぼを船に乗せるっていうのと、カムちゃんの乗り物酔いがひどいっていうところ、かつ、うちらやっぱりね、一番費用を抑えたかったから、その面で考えると、青森の大間から出ているフェリーに乗るのが一番良かったです。はい。で、実際にかかった費用なんですが、私たち一番安い期間に行ったので、で、かつ、ウェブで予約したので、ウェブ割っていうのが効いて 10% オフになるんですよ。なので、フェリーに乗るお金が、車を乗せて 11,550 円。私たち神奈川から出発して大間まで約900キロの旅だったんですけど、実際に入れたガソリン代が約9000円ぐらいだったので、合計2万円で、北海道に行くことができました。ね。ペットに関してはフェリーによってゲージに預けたりとか、一緒に過ごせるお部屋があったりとか、あとは車に乗せたままにしておくパターンだったりとかいろいろあるみたいなので、各フェリーのホームページをご確認ください。はい、でちなみにですね、私たちはちびとぼうに車でお留守番してもらったので、今回フェリーのお金はかかりませんでした。はい、でね、ゲージに預けるか車に乗せておくかの私たちの場合は2パターンだったんですけど、やっぱりこの子たち自体がゲージ慣れしてないっていうのと、普段過ごしている車の方が落ち着くというので、今回は車の中のお留守番を選びました。はい、事前にね、向こうのスタッフさんに車に乗っている時とフェリーに乗っている時との船の揺れ具合っていうのを確認したんですけど、どっちもそんな大差ないですよということだったので、はい、特に何も不自由なく車で過ごしてもらいました。最後ね、僕たちも車で待機した時は全然揺れてなかったもんね。いや、そう、車の方がなんかね、よかったね、乗り心地としては。いや、本当に。なので、ペット連れの方は、そういったフェリーによっていろいろとパターンがあるので、そちらの方も実際にご自身でご確認ください。はい。以上が本州から北海道に行くフェリーのまとめでした。はい。ぜひ参考にしていただければと思います。では続いてですね、もうありがたいことに、私たちの北海道一周のルートを気にしてくださる方がすごい多くてですね、ありがとうございます。ありがとうございます。なので、今後の北海道の旅のルートについてお伝えできればと思っております。私たち北海道は函館から入ったんですけど、北海道一周のスタート地点を札幌にしようと決めていたので、すぐに札幌まで移動しました。はい。そして、札幌から始まって、小樽、定山渓を今旅したところになります。はい。これからの予定なんですけど、6月中旬ですね、に、支笏湖、苫小牧、襟裳岬まで行きたいと思ってます。で、6月末から7月上旬で、十勝、そして帯広に行きたいと思っています。はい。で、7月中旬に富良野のラベンダーが見頃に迎えるので、富良野で美瑛町、旭川の方に行きたいと思ってます。はい。で、その後に8月上旬に北竜町のひまわりが見頃を迎えるので、このひまわりを見てから、そこから結構迷ってたんですよ。そうだね。道北に行くか、道東に行くか。で、皆さんから道東の方が涼しいよっていうご意見がありましたので、一気に道東まで行きたいと思ってます。はい。摩周湖、阿寒湖に行った後に、釧路に入りたいと思ってます。で、釧路に行った後は、8月末までに根室、知床、網走で、サロマ湖あたりまで行けたらいいなとは思ってます。はい。で、9月上旬あたりに、猿払や稚内に行って、で、ここから離島ですね。利尻島だったり、礼文島に行きたいと思っています。で、離島に行った後は、9月下旬ぐらいまでにですね、札幌までずーっと南下していって、千歳と夕張をまだ行けてないので行きます。はい。で、おそらく、もう10月に突入してしまうと思うんですが、そこから登別、そして洞爺湖、で、羊蹄山行って、もう一度ちょっと小樽に、ね、よかったから小樽に戻って、そうだね。で、
カムイ岬などの日本海側を通ってずっと南下していきたいと思っています。はい。で、途中ね、奥尻島も寄りたいと思ってるんですが、やっぱり離島に行くとね、フェリーに車乗せなきゃいけないので、まあ費用がかかるよね。もうこの頃にね、私たちのお財布の中がどんなことになってるのかもう想像できないもんね、今の段階では。なのでちょっとそこはお財布の中身と相談しながら、奥尻島にも行けたらいいなと思ってます。でもね、せっかくだから行きたいからね、頑張ろう。頑張りましょう。頑張ります。はい。で、その後に函館が残ってるので、函館をぐるっと一周して、北海道一周を終えたいと思ってます。はい。はい。なので、マジでこれ、最初当初9月末って言ってたけど、もうプラン組んでいくと、10月末まで。はい。もう最悪ね、雪が降るまでには終えたい。それはね、その通り。でね、あくまでも予定で、どうしてもね、天候だったりとか、電源事情で、急遽ね、ルートが変わったりとかもするので、引き続き、ちょっとツイッターだったりとか、インスタグラムとかで、次の週の予定みたいな、この地域に行きますよ、みたいなのをお伝えできればいいなと思っておりますので、ぜひそちらの方もチェックいただけると嬉しいです。はい。はい。で、僕たちこの北海道一周でできてないことがあるんです。はい。それは、冬のね、北海道に行くことで、やっぱり冬の北海道といえば、札幌の雪まつりだったり、で、一番行きたいと思ってるのが、然別ココタン。この冬の時期にしか現れない村らしくて、もう行ってみたい。ね、諦めかけてる冬の北海道やね、いろんな事情で。で、ニセコのね、スノボをやってみたりだとかね。とかいろいろ思っているので、そこが唯一やり残しかなと思ってます。はい。なんとかして叶えたいなと思いつつ。ね。ちょっといろいろあるんですが、やり残しがないように、はい、していきたいと思っています。はい。これが私たちの北海道一周のルートになっています。はい。なので、これからもね、しばらくの間、YouTube は北海道祭りになると思いますので、ぜひこれからも動画を楽しんで見ていただけると嬉しいです。で、本日も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。